皆さんはネットや SNS を見ていて、これって本当？それともフェイクニュースと迷ったことありませんか？フェイクニュースとは、偽りの情報や虚偽の報道を指す言葉として最近よく聞くワードですよね。誤った情報をもとに誤った判断をしてしまったり、多くの人に拡散されることによって社会的な混乱や不信感を引き起こすことがあります。日々流れてくる情報がフェイクニュースかどうか見破れたらいいですよね。今回はその方法を研究した先生がいるのでご紹介します。筑波大学システム情報系社会工学域佐野幸恵准教授。先生はブログや SNS といったウェブメディアに書き込まれる情報を解析し、情報拡散パターンなどについて研究されています。どんな方法で解析したのでしょうか。見ていきましょう。きっかけは2007年、個人でブログを作る人が増えてきた頃のことです。佐野先生はブログの記事を読むことで、なんとなく世の中の動きがわかることに気づきます。例えば12月、クリスマスという言葉が多くの記事で使われるようになります。つまり、1万人分の記事を見れば、そのうちクリスマスに関心のある人がどのくらいいるのかがわかるということになります。ということは、ブログを解析すれば、実際に1万人に会って聞くのと同じことになる。さらに、書き手の率直な感情がわかるので、人々の感情や世の中の変化がわかる。これは、すごいデータになる、と思い、研究を進めることにしたそうです。その後、ツイッターが普及。ご存知の通り、ツイッターはリツイートやいいねから情報が拡散していきます。そこで、佐野先生は、ツイッターの投稿とリツイートの関係性を数理的に解析したら、情報の真偽を見分けられるのではないか、と考えました。こちらの画像を見ながら説明していきます。こちらは、拡散状況を視覚化した図になります。レベル1は、本物の情報の広がり方。情報の発信源を中心に、マリモのような形を形成し、リツイートが広がっています。レベル2は、フェイク情報。情報の発信源を中心として拡散するのではなく、小さなマリモのような形がいくつも散らばっています。これが意味するのは、また聞きによる情報拡散です。1と2を見比べると、本物の情報は確固としたコアがあるような形。フェイク情報は明確なコアとなるようなものがなく、また聞きという誰もが小さなコアになり得る状況。そしてそれゆえに、情報を完全に消滅させることが難しそうですね。レベル3は、著名人がフェイクニュースをツイートしてしまったケース。レベル4は、個人の体験談を複数の有名人がシェアしているケースで、確定ではありませんが、真実の伝わり方の一例として、このような広がり方が考えられる、と佐野先生は言います。共同研究者の方が、中国のウェイボーで解析したところ、同様の傾向が見られたので、フェイクニュースの広がり方は、世界共通の現象とも言えそうです。佐野先生が、ツイッターの解析に本格的に取り組んだきっかけは、東日本大震災。とにかく何か役に立ちたいとの思いに突き動かされて、ツイッターの解析を始めたそうです。当時、様々なデマ情報が飛び交っていた一方で、反論する科学者たちのツイートもありましたが、時間が経つにつれて、科学者たちの発言の方が影響力を失っていきました。そこで、正しい情報を伝えるためにはどうすべきだったのかを検証するため、当時のツイッターのデータを集めてリツイートをネットワーク化、デマを打ち消すリツイートのやり方などをシミュレーションしたそうです。SNS 上の情報拡散を可視化し、フェイクニュース拡散の兆候をキャッチすることができれば、天気予報の大雨警報で災害に備えることができるように、フェイクニュース警戒警報を出して、人々がデマに惑わされないようにすることが可能になるかもしれません。今回は、フェイクニュースの見破り方を例にして、ネットワーク科学研究の一端をご紹介しました。佐野先生は他にも、ウェブ上におけるユーザーの閲覧継続率の数理モデル化などに取り組んでいらっしゃいます。今回の動画はここまで。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。